こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。40代、八田村さんの質問です。初めてお便り差し上げます。はじめまして、八田村と申します。動画の方、いつも拝見させていただいております。描きたい絵がないということについて相談したいです。私は子供の頃から描いては数年サボりを繰り返してきました。最近もまたその繰り返しで、クロッキーなどを始めて奇跡的に今まで以上に続いています。上達は遅いのですが、今描いていてとても楽しいと感じています。ただ、困ったことがありました。先ほど述べた何を書けばいいのかというところでクロッキー以上に書きたいという衝動が湧かないのです。それなのに周りの人は自由に色々表現しているのを見て羨ましいと感じてしまいます。本当は私にも書きたいものはあるのではないかと思うのですが、それが何なのかなかなか見つかりません。書き続けていればいつかはそういうものが形ができてくるものなのでしょうか。ぜひよろしくお願いします。とのことです。はい、八田村さんご質問ありがとうございます。絵は描きたいのに描きたいものがなくて困っているということで、これね、絵を描かない人にとっては何言ってんの？描きたいものがあるから描くんじゃないの？って思われるかもしれませんが、これですね、実は結構よくある悩みだと思います。僕がこれについて思うのはですね、描きたいテーマがもうすでにはっきりしている人って、もうすでにですね、めちゃくちゃいろいろなものを描き尽くして、で、その中でも特にこれが好きっていうものを描いていく中で発見した人だと思うので、そこまで行き着いていない人はですね、大体この問題に悩まされているのではないかと思うんです。なので、八田村さんはそんなに悲観する必要はなくて、大体同じような悩みでみんな悩んでいるんだなって考えていていいと思います。でですね、これの解決方法、もう早速お伝えしちゃいます。絵を描きたいのに描きたいものが見つからない場合はですね、くじ引きお絵描きがおすすめです。ですね、やり方は簡単です。まずはですね、このぐらいの紙切れをもう何枚も用意しますね。もうね、コピー用紙の切れ端とかでもいいです。で、そしたらですね、自分が好きな絵描きさんを思い浮かべてください。もう有名な絵描きさん、個人的に好きな絵描きさん、あとはもうお亡くなりになった伝説の絵描きさん、誰でもいいです。で、そしたらですね、その人にこのテーマで絵を描いてほしいな、ちょっとこれ描いてみてほしいなって思う願望を書き込んでいってください。動物、花、晴れた日の風景とかでもいいですし、窓際の美少女、あとはこう顔面を殴られている瞬間の格闘家、あとはかっこいいメカとかでもいいです。あとはなんだろう、色で攻めて真っ赤な絵とか真っ青な絵、真っ黒な絵とかでもいいです。あとはもうちょっと概念的なテーマだと、生と死とか苦悩とか生きる幸せとかでもいいかもしれませんね。そういうのを思いつくだけ書き込みます。あとは自分だけじゃなくて、誰か自分以外の人にもお願いしてもいいですね。これなんで有名な絵描きさん、好きな絵描きさんを想像しながらテーマを書き込むかっていうと、これ結局自分で描くことにはなるんですけど、自分が書くって思いながらテーマを書くと、ちょっとね、思い浮かばなくなっちゃうことがあるので、そういう意味で有名な絵描きさん、好きな絵描きさんを思い浮かべてくださいと言っています。で、そしたらその書いた紙を折りたたんで、中身が見えないようにして箱に入れたらですね、こうぐちゃぐちゃに混ぜて、で、絵を描く前に1枚取り出します。はい。何が出たでしょうか？今回はかっこいいメカですね。はい。じゃあ今回はかっこいいメカの絵を描いてみます。はい。ということでめちゃくちゃ単純で、そんなものでいいのって思うかもしれませんが、いやもうですね、意外とこういう感じで描くものを限定してあげるだけで、想像力ってね、膨らむものなんですよ。例えばですね、自発的に何も描きたいものが思い浮かばないっていう人でも、絵のコンテストになると急にやる気が出たり、あとは友達がこのテーマで1時間で絵描こうぜ、用意スタートとか言ってくれるとやる気が出たりって、そういうのって絵描きにとってはよくあることなんですが、それは最初から他人からテーマが与えられているからです。それをですね、くじ引きで補っちゃおうっていうことですね。まずはね、そんな感じで、ランダムで各テーマをどんどん決めていって、で、書いていくうちに、このテーマでもうちょっと書きたいっていうのがあったら、そのテーマをさらに深めていったり、広げていけばいいわけです。そんな感じでですね、どんどん自分に無茶ぶりして書きたいものを広げていってみてください。それと今は書きたいもの、書きたいテーマという枠組みでやり方をお伝えしたんですが、意外とですね、やる気スイッチを押してくれる要素として、技法の問題も大きいです。つまりデジタルで言えば、使いたいソフトっていう意味で探す手もありますし、アナ
ナログでは使いたい画材にチャレンジするのもありだと思います。ちょっとここでですね、もう一個関連する質問をご紹介します。20代、芋さんからの質問ですね。斉藤先生、こんにちは。毎回動画を拝見させていただいています。いつも参考になる動画をありがとうございます。早速ですが質問です。私のこうなりたい絵柄、参考にしたい絵柄というのがゲーム内の 3D モデリングです。ちなみにゲーム名は第五人格というゲームです。このようなイラストでもリアルでもないゲーム内の画面の絵柄をどうやってイラストに落とし込めればいいのでしょうか。私の知識不足での伝え方でなかなかわかりにくくなってすいません。もしお時間があれば回答していただけると幸いです。最近残暑が続きますがお体をご自愛ください。はい。ということでまさにね、今言っていた内容とリンクする内容なのではないでしょうか。この方の場合、自分が理想としている絵がゲーム内に登場するちょっとデフォルメされたキャラクターの CG だってことなんですね。ただこの方がですね、悩んでいるのは、あくまでイラストとして 3DCG 風のイラストをクリスタとかフォトショップとかで描くにはどうすればいいんだろうっていうちょっとね、まどろっこしいことを考えちゃっているような感じがするんですが、これも単純にですね、もう別にお絵描きソフトでイラストを描くんじゃなくて、G ブラシとかね、あとはブレンダーとかを使ってキャラクターをモデリングしちゃえばいいんだと思うんですよ。実際にね、イラストレーターでも 3DCG ソフトを使って絵を描いている人っていうのはもうすでにね、たくさんいらっしゃいます。絵を描くっていうよりかは、絵を作る、構築するという方向性の方が脳が活発に動く人っていうのもたくさんいると思います。イモさんはね、絵を描くんじゃなくて、もしかしたら 3DCG を作るっていう方が向いている人かもしれませんので、描くにこだわらずにね、こういうソフトを使って作るという方向性を考えてみてはいかがでしょうか。はい。そしてさっきの質問に戻るんですが、書きたいものがないなって悩んでいる人の中には、意外とですね、書く際の技法に飽きちゃっているっていう場合もあると思うんですね。なんかいつもこのソフトで書いてるんだけど、なんかいつも同じでちょっと飽きてるんだよなっていうことって多いと思うんですよ。そういう時には、新しいソフト、新しいツールを使うことも突破口になり得ると思います。ぜひチャレンジしてみてください。応援しています。次の質問です。20代。みかんっぽいスライムさんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。みかんっぽいスライムと申します。いつもためになる動画ありがとうございます。質問なのですが、私はずっと前から疑問に思っていることがあります。それは、共感とは何かということです。以前斉藤直樹先生の動画の中で、いいねされるには共感を呼ぶ絵を描こうとおっしゃっていました。しかし何度もその動画を見ても、共感って何なんだろうと、そこだけがわからずにいます。わからないなりに考えた結果、絵を見る人がこんな感情になってほしいと思ったのなら、そのために必要なものを描くことが共感につながるのではないかと考えに至りました。例えば可愛いと思ってほしいなら、子猫を描いたり、懐かしいと思ってほしいなら、田舎の夕暮れを描いたりすればいいのかなと思っているのですが、本当にこの解釈で合っているのかわからずに悶々としています。一体共感とは何なのでしょうか。長々と質問してしまって申し訳ございません。これからも暑い季節が続きますが、どうか体調にお気をつけてお過ごしください。ここまで読んでいただいてありがとうございました。はい。ということで、共感とは何なのかっていうご質問なのですが、ですね、おっしゃるように、そういう解釈で合っていると思います。ただね、合ってるよだけで終わらせてしまうのもちょっと冷たいと思うので、その共感力を高めていくにはどうすればいいのか、どういう練習法があるのかというところまで突っ込んでお伝えしていければと思います。で、これですね、わからない人にとってはかなりの難題だと思うんですよね。共感って漢字で書くと、共に感じるって書くと思うので、自分だけじゃなくて自分以外の誰かと感覚を分かち合うことだと思うんですが、これを絵でやるにはどうすればいいのか、どんな練習法があるのかっていうとですね、具体的な思い出を抽象化する練習をすればいいと僕は思います。これをね、絵でいきなりやるのはちょっと難しいので、まずは言葉で練習してみましょう。例えばですね、ご質問の中に、これからも暑い季節が続きますが、という結びがあったので、夏の良さを絵にすると考えてみましょうか。夏の良さ、そう思いながら自分の記憶を探り出すわけですね。そうすると、夏の記憶がぼやっと思い浮かんでくるはずです。夏といえば、そういえば、小学校の時に友達と一緒に下校した時に、友達のお母さんにね、ほら、これ飲みなさいとか言われて、キンキンに冷えたね、ジュースを出してもらって、友達と一緒にね、ゴクゴクゴクって一気に飲んで、うわーうめーってなったことあったな。あれは夏の思い出の中でもいい思い出だな。みたいな感じ。とても具体的な記憶、シチュエーションが
が思い浮かびました。で、その光景をね、もちろんそのまま絵にしてもいいんですが、あえて一旦それを抽象化してみるわけです。あの時の爽快な気分って何によって生み出されているんだろう。別に暑くもなくて寒くもなくて、ちょうどいい温度の時に飲み物を飲んでも、あんな気分で生み出されないよな。っていうことは、うだる暑さの中で汗びしょびしょっていう不快感を感じているような状況は結構大事だったりするのかな。で、その中で冷たいものを飲んだり食べたりすることで生き返った感じがしたんだろうな。つまり、友達と一緒にとか、友達のお母さんにもらったとか、そういう要素は一旦なくして、もうちょっと単純化して、うだるような暑さの中で汗びしょびしょと、冷たいものを飲んだり食べたりするという状況を書けば、あの時の感じはみんなに伝えられるのかもしれない。そんな風に抽象化することができると思います。具体的な記憶全体の中から自分の感情が揺り動かされた部分だけを抜き出して整理してみること。これが抽象化ですね。他にも例えばですね、学生の時にいじめられたり、暴力を振るわれたり、無視されたり、あとは臭いとか言われてバカにされたり、そういう辛い記憶っていうのがあった人もいるかもしれません。で、あの時の感覚を絵にして共感を呼びたいって思ったとしたら、それをね、もう全部書いても、ちょっとごちゃごちゃすぎて伝わりづらくなるかもしれませんよね。で、そんな時は、あの中で一番辛かったのって何だったのかなって考えてみて、そういえば、殴られたりするよりも、みんなに無視されて、その場にいないような扱いをされたことが一番自分にとってはきつかったな。だとしたら、自分以外のみんなが楽しそうにしている状況と、自分だけがみんなの輪に入れない状況を書けば、あの時の辛い感じは表現できるかもしれない。そんな風に抽象化することができるかもしれません。こんな風にね、ポジティブな状況だけではなくて、ネガティブな内容であっても抽象化はできますね。はい。でですね、抽象化することのメリットはですね、各モチーフの内容を変えても、その絵を成立させることができるようになることです。さっき思い出した思い出の風景は、確かにね、そのまま描いてもいい絵にはなると思うんですよ。友達と一緒に、友達のお母さんからジュースをもらって、ごくごく飲んで爽快だった。とてもね、ノスタルジーも感じられる絵になるかもしれませんよね。ただね、一方で、あまりに具体的な記憶なので、このままだと他のシチュエーションに転用しづらいと思います。つまり、友達のお母さんからジュースをもらったことがない人にとっては、いやいや、俺はそんなことなかったよってね、自分に当てはめて考えることがしづらくなるとも言えますよね。いまいち共感できないわけです。でも、一度抽象化して、必要な要素だけで絵を構成し直すとですね、例えば、ものすごい暑い中で冷たい飲み物を飲んでいる人っていうちょっとシンプルな絵を見た人は、その先の具体的な記憶の部分は、その人ごとに勝手に保管してくれるようになるので、俺もこれに近いような状況ってあったなって共感してくれる人が増えることになるわけです。他にもね、いろいろと共感を呼び起こす方法ってあると思うんですが、今回僕が紹介したのは、具体的な思い出を抽象化してみる方法でした。実際にね、すごく使える方法で、共感を呼び起こすことがしやすい方法だと思いますので、自分の思い出を抽象化する練習、ぜひチャレンジしてみてくださいね。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回は絵を描きたくなるにはツールの問題もあるよっていうお話をしましたが、デジタルばかりで描いているとね、意外と盲点なのはアナログで描いたら結構絵が楽しく描けたっていう場合も多いっていうことなんですね。もしね、そういう人はこちらの動画をご覧ください。初心者必見。絵を楽しむには〇〇が大事です。はい。この動画はですね、親子で絵を簡単に描き始めるにはどうすればいいのかという質問に答えた内容なんですが、意外とですね、ツールに飽きちゃって絵が描けないっていうお悩みの答えにも当てはまる内容だと思いますので、興味があればこちらも合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。